はい、どうも皆さん、こんにちは。ひでチャンネルです。今回は質問箱にこんな質問をいただきましたので、お答えしていきたいと思います。女性のキャラクターを描いているのですが、ポーズが女の子らしく見えません。女の子らしく見えるポーズのコツがあれば教えてほしいです。皆さんの中にはキャラクターを可愛く描きたい、女の子らしく描きたいけど、どことなくポーズに女性らしさが出なくてお悩みの方も多いのではないでしょうか。顔や体が可愛く描けても、ポーズの付け方次第で女の子らしく見えなくなってしまう。なんてことはよくあるお悩みなんじゃないかなと思います。ということで今回は女性をより魅力的なポーズに見せる運搬角についてお話ししてみたいと思います。運搬角は女性らしいポーズを描くために知っておきたい人体構造の一つなんですけど、同じポーズを描いたとしても運搬角の考え方を取り入れるだけでポーズをより女性らしく見せることができちゃうんです。今回の動画を見ていただくことで、ポーズを女性らしく見せるために知っておきたい運搬角とは何かということと、女性らしいポーズにするための運搬角の具体的な使い方が学べますので、より女性らしいポーズを描くためのコツを知りたい人はぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではこれから絵を仕事にしたいと考えている皆さんにとって有益な情報を動画で配信しています。絵の描き方に関するお悩み、またはご質問などございましたら動画でお答えさせていただきますので、概要欄にリンクがある質問箱から質問メールを送ってください。本日のお品書きは次の通りです。1、ポーズを女性らしく見せる運搬角とは何か。2、なぜ女性らしく見える運搬角の男女の違い。3、運搬角を使っていろいろなポーズを描いてみよう。以上となります。それではやっていきましょう。ということで、まず運搬角とは何かということについてお話ししていきたいと思います。運搬角とは上腕骨の軸と前腕の軸のこの部分の角度のことを言います。簡単に言ってしまうと、肘から先が外側に曲がる角度ということになります。こちらは男性の腕なんですけど、女性の腕の場合は、肘から先の角度がこんな感じで、一般的には男性よりも少し強い角度になるとされています。では、なぜこれが女性らしいポーズを描くのに役に立つかというと、男女の骨格の特徴の違いが関係してくるんですよね。例えば、こんな感じで台に手をつこうとしている人がいるとします。この人が手首から肘をなるべく近づけるように台に手をついたとき、腕はどのように見えるでしょうか。一般的な男性の場合は、運搬角、肘から先が外側に曲がる角度があまりつかないので、こんな感じで腕全体がほとんどまっすぐに見える感じになると思います。ですので、肘同士の間に隙間が空いてしまうんですが、一方女性の場合は運搬角が強いので、両肘を近づけようとすると肘同士がくっつく、もしくはかなり近くまで寄せることができるんですよね。これは男性の方が胸郭と呼ばれる胸の骨が大きいことと、肩幅が広いために腕を近づけにくいということもあるんですが、この2つのポーズを見比べたとき、運搬角が強い方が女性らしい印象を受けるのではないでしょうか。こんな感じで女性のポーズを描くときに運搬角を意識してつけてあげることで自然と女性らしいシルエットのポーズにすることができるんですよね。ということで実際にいくつかポーズを描いてみたいと思います。まずは立ちポーズで伸びをしているポーズを描いてみましょう。腕を大きく上に上げているポーズを描こうと思ったとき、腕の軸をまっすぐ描いてしまいがちですが、運搬角を意識してこんな感じの軸を取ってあげるとより女性らしさが出ると思います。この軸をもとに実際にキャラクターを乗せていってみましょう。こんな感じに仕上がりました。ちょっとした違いなんですけど、腕を伸ばした時に運搬角を取ることで女性らしさを出すのと同時に単調なポーズになることを避けることもできるんですよね。それではもう一人、今度は座って手を地面についているグラビアなどでよく見るポーズの女性を描いてみましょう。こ
ちらも腕を描くときにまっすぐにならないように運搬角を意識して前腕を少し外側に曲げて描きます。それではこれを元にキャラクターを描いていってみましょう。こんな感じに描き上がりました。地面に手をつくようなポーズの場合、特に運搬角が強く出やすいので腕が直線的にならないように意識すると女性らしさが出ると思います。それでは最後にもう一人、今度は手前に腕を伸ばしているポーズの人を描いてみたいと思います。こちらも腕が直線的にならないように少しだけ運搬角をつけて描いていきます。こちらもキャラクターを乗せてみましょう。こんな感じに描けましたね。いかがでしたでしょうか？運搬角は女性の体を表現する特徴の一つですが、必ず描かなくてはいけないというものではなく、必要に応じて意識して使っていただければと思います。ということで今回は女性らしいポーズを描くために知っておきたい運搬角についてお話しさせていただきました。女性らしいポーズを描くためのポイントとしては、使えるポーズが限られてしまうかなりマニアックなお話だったかもしれませんが、意外と知られていないんじゃないかなと思いお話しさせていただきました。これも一つの参考として覚えておいていただければと思います。今回はコロソから加藤浩太先生の講座を参考にさせていただきました。今ならコロソのほとんどの講座で使えるシークレットクーポンを配布中ですので、興味がある方は概要欄をチェックしてみてください。ここで重要なお知らせ。ライブ配信で描いた絵をまとめた本、イラストスキルアップのための絵の練習ノートがブースにて発売中です。下書きと線画がセットになっていますので、手癖や迷い線、人物を描くときにどこにポイントを置いているのか、どこを省略しているのかなど、絵を描くときの参考に、またポーズ集としてポーズのアイデアの参考にも使える一冊となっていますので、興味がある方は概要欄のリンクをチェックしてみてください。また、ひでチャンネルオンラインサロンでは、平日毎日日替わりで教材を使って解説しながら進める絵の講習会や、イラスト添削など、絵が上手くなりたいと思っている人に向けていろいろなことを発信しています。コミュニティも充実していますので、もっと絵の勉強をしたい方、お絵描き仲間が欲しい方はサロンの方もぜひご利用ください。ライブ配信を切り抜いて見やすくまとめた動画をサブチャンネルで公開中です。イラストメイキングの部分をサクッと見たい方は、ぜひサブチャンネルの方もチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。